はい、皆さんこんにちは。今日はですね、AW571BM1T、1998年11月発売の AW571BM1T の紹介をします。ガウスマンということで、1998年に発売になった黒を基調にしたですね、黒を前面に出したメインブラックのシリーズの第2弾ですね。メインブラックの第2弾ということで、1998年に発売になりました。メインブラック2というようなですね、呼ばれ方を当時しましたけども、他にですね、フィッシャーマンだとかフロッグマンだとかいうモデルも同時に発売になっています。当時ですね、メインブラック2としては、計6モデル、6つのモデルをラインナップされました。でこれがですね、実際にその時計なんですけども、メインブラック2ということで、当時は購入したんですが、中の電子部品ですね、モジュールと呼ばれる電子部品が、壊れてしまいまして、電池の液漏れと言われる現象ですね。電池の液漏れと言われる現象で壊れてしまいまして、実際にはこの中に入っている電子部品、モジュールというのがですね、モジュールというものが別の機種のものが入ってしまっています。実際時計として使う分には問題がないので、このまま使用してますし、十分楽しめているんですけども、中のモジュール部品というものが壊れてしまうと。もともとどういうものが入っていたかというと、これ横に出しますけども、これですね。これですね。これ右側、横に出しましたけど、この電子部品がこちらの左側の中に入っていたと。電池の液漏れというのがですね、このように見えますかね。電池が液漏れすることによって、中の電子部品まで壊れてしまうということなんですね。中の電子部品が壊れてしまうということです。このような状態ですね。何か吹き出した、何か物が吹き出したような、変化したような状態が見えますかね。このような状態で、電池の液漏れが起こってしまうと。変色してますよね、この辺りもですね。これで電子部品が壊れてしまう。モジュールと呼ばれる部品が壊れてしまうということですね。で、電池の方はですね、どのような状態になるかというと、一つ、お見せしますけども、このような状態ですね。パッと見た目、まあ大丈夫かなと思いきや、裏返してみるとこのように、もう電池自体から何か、漏れ出したような状態ですね。こちらもですね、変色してますよね。ひどい状態ですよね。これが電池液漏れと言われている状態ですね。特に小さい方の電池がひどいような傾向があるように思いますね。で、大きい方の電池が2つ入ってるんですけども、このモデルは。大きい方の電池もこのように一部変色してますよね。赤茶けたような形。ということで、大きいものよりも小さいものの方が、電池の液漏れと言われる現象はひどく出ているように思います。並べてみると分かりますよね。左側の小さい電池の方が非常にひどい状態になっているというのが分かりますよね。先ほどのこのモデルですね。このモデルの中のモジュール、このメインブラック2のアナログガウスマンと呼ばれる、アナログガウスマンのこの中のモジュールと呼ばれる部品を探して、いくつか購入してみたんですけども、こちらもですね、なかなか手に入れることが難しくて、こちらの見た目綺麗に見えるんですが、中のモジュールが壊れていて、電池の液漏れが起こっていて動かなかったものの一つになります。あとですね、他のモデルで、モジュールを探してみたんですけども、これもですね、電池交換しても動かなかったと。で他にもいくつかあるんですけども、実はこのアナログマットマン、アナログガウスマン、この AW5 ですね、570とか571シリーズっていうのはですね、電池をですね、こまめに交換していかないと、このモデル、この G-SHOCK を維持していくのはなかなか難しいということのように思います。
でいくつもモジュールを手に入れようとしてもですね、まず動いていないということですね。動かない。電池を交換しても動かないものばかりが、今、売られているような状態かなと思いますので、このアナログのモデルをですね、購入したい方についてはですね、ちゃんと電池入れ替えても動くだろうかということで購入されるのではなくてですね、このように動いているものを購入しないと、いくつも電池の液漏れで動かないものをですね、購入してしまうことになると思います。で、裏蓋の方ですね、モジュール番号が1700ですね。AW570 と書いてありますね。これ型番はですね、AW571BM1T だったんですけども、AW570 ということになっています。AW571 が元々の表示だったように思います。こちら見てみますと、いますよね。AW571 ですね。AW571。AW571 という、こちらは刻印がありますよね。AW571 ですね。こちらは AW570 ということになってますね。ガウスマン。同じガウスマンなんですけども、見えますかね。並べてみますけども、同じガウスマンなんですが、型や AW570 と。で、こちらは AW571 ということになっています。このアナログのですね、モデル、アナログ、デジタルとアナログが搭載されたモデルは、先ほどもお話しした通り、非常に、維持していくのが難しくてですね、なかなかですね、状態の良いものを手にすることは難しいと思われますので、もしもですね、このように動いているものですね、実際に、バックライトも点灯してデジタル表示も表示されてアナログも動いていると。そのようなものを手に入れる機会があればですね、納得できる価格で手に入れる機会があれば、ぜひ手に入れてもらって、楽しんでもらいたい G-SHOCK の一つかなと思います。先ほどお話しした通りですね、電池交換、非常にこまめに電池交換していく必要があると。電池が少なくなってきたら、電池を交換していく必要がある。液晶表示ですね。ここの液晶表示が薄くなりつつあったら、もう電池を交換してしまった方が、電池の液漏れを防げますのでね、そういったこまめなメンテナンスが必要になってくるので、手をかける必要があるんですけども、なかなか今となっては貴重な、良い状態のものが残っていないので、貴重なG-SHOCKかなと思います。今日はですね、AW571BM1T ですね。1998年の11月発売の AW571BM1T の紹介をしました。次回以降もですね、私が実際に使っている G-SHOCK の中から、紹介していきますので、チャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次回お会いしましょう。